2024年4月25日からシティハンターの実写映画化ネットフリックスにて世界同時配信が決定しています。シティハンターは週刊少年ジャンプで1985年から91年にかけて連載され、同志の黄金時代を支えた北条司氏の大ヒット漫画が原作。本作は1987年にシティハンターとしてテレビアニメ化されたのを皮切りに、テレビシリーズとしては4度のアニメ化と3度のテレビスペシャルが放送されたほか、劇場用アニメ映画として1999年までに3本、2019年以降に2本が制作公開されました。あらすじは東京新宿で殺し、ボディーガード、探偵などを請け負うスイーパーシティハンターの活躍を描くハードボイルドコメディで、連載時の1980年代後半が舞台であり、シティハンター冴羽亮が美人の依頼人から仕事を受け、その依頼を数話をかけてこなすというのが基本ストーリーとなっています。今回はシティハンターの出演者について、映画に出演しているキャラクターとアニメのキャラクターを比較しながらご紹介します。ネタバレも含みますのでご注意ください。冴羽亮、鈴木亮平。物心つかない幼少期に中米上空で飛行機事故に遭遇したが、奇跡的に生存。ジャングルに放り出されたところを暴小国反政府ゲリラ部隊のある村に拾われた。銃の扱いや戦闘においての術はこの頃より培われた。その飛行機事故で両親と自身の身元を示すものを失っており、出生時の名前、生年月日、国籍も不明。肌の色、髪や瞳の色から日本人か少なくとも日系人である可能性が高いとされ、本人も日本人であることを確信している。亡くなった両親から亮と呼ばれていたことだけはかろうじて覚えていたため、以来その名で呼ばれるようになった。牧村香織、森田美里。シティハンターこと冴羽亮の親友牧村秀幸の義妹。出生名は久石香織。秀幸の父親が追跡中に事故死させた殺人犯の娘である兄秀幸が麻薬組織に殺害されたことを機に亮の相棒となり、同居する。亮の仕事の襟好みや歓楽街で昼間からつけで飲み歩くなどの散財癖に加え、依頼を解決しても報酬が支払われないことも多いため、常に資金繰りに頭を悩ませている。女性の依頼人に手を出し続ける亮の暴走を止めることのできる数少ない人物であり、主に100トンハンマーで殴る特大コンペイ等で亮をぶっ飛ばすなどの天柱を加える。牧村秀幸、安藤正信。亮の親友で相棒、警察官だった父親の志を受け継いで自らも刑事となるが、ある人身売買組織の捜査中におとり捜査官の婦人警官が殉職したため、責任を取って警察を辞め亮とコンビを組む。普段はとても冷静だが、香りのことになると落ち着きを失う。一見冴えない風貌に反してかなりの腕利きだったが、全米を牛耳る巨大麻薬シンジケートユニオンテオーペの日本進出に伴う事件に巻き込まれ、その組織の手によって作品の序盤でチンピラに襲撃されて致命傷を負う。満身創痍の状態で亮の前に現れ、香りの誕生日に渡すはずだった指輪を亮に託し、香りを頼むと告げて息を引き取る。序盤のみの登場でありながらファンは多く、その後の物語を通してその存在感の大きさを感じさせた重要人物。野上紗恵子、木村文乃。警視総監である父を持つ警視庁の女豹の異名で呼ばれるほどに頭脳明晰で優秀な警察官で、年齢は不明。ボブカットの黒髪に抜群のスタイルを持つ妖艶な美女。自身の魅力を熟知し利用する冴羽亮とは、彼がアメリカから日本に拠点を移し新宿に住み着いて以降からの長い付き合いで、警察では手に負えない事件などには彼をもっぽり報酬で釣って協力させている。亮はこの手にまんまと引っかかり、危険な仕事を押し付けられるなど毎回散々な目に遭っているが、本人は簡単に体を許す気はなく、損害の帳消しや仕事の斡旋、情報の提供など毎回あれこれと理由をつけてのらりくらりと交わしている。おまけ2019年公開、フランスで実写化されたシティハンターの比較をご覧ください。街は闇に溢れて
回はここまで。ぜひチャンネル登録お願いします。またね。